このイザナギはゲブで、イザナミがヌトを表します。エジプト神話における天地創造の物語では、大地の神ゲブと天空の女神ヌトはもともと一体となって永遠に抱き合っていました。この状態では風が通れず、世界は閉ざされたままでした。そこで大気の神シュウがその間に割って入り、無理やりニシンを引き離しました。こうして天空と大地が分かれ、天地が創造されたと伝えられています。ゲブとヌトは本来は両性具有の神で一体の存在でしたが、分離されたことでヌトは夜空となり、体には星々が散りばめられるようになりました。ゲブという名は古代エジプト語で地球を意味し、まさに地そのものを神格化した存在とされています。この天と地の分離がイザナギとイザナミのことどを渡した9と10に戸を閉める絶好を宣言したと記されています。ことどは逆に結びつきを断ち切る儀式と言えます。日本書紀には絶妻のちぎり、妻を断つ、離婚するを意味する。ことどはカバラ生命の木の9と10の戸を閉めることを意味する。9がヌトのイザナミ、セオリツ姫で、10がゲブのイザナギ、スサノオノミコトとなる。7月7日の夜、織姫様と彦星様が年に一度天の川を渡って出会う日、七夕伝説がある。この七夕の7月7日はカバラ生命の木の7の段階を表している。7月7日の夜には織姫と彦星が1年に一度天の川を渡って出会うという七夕伝説が語り継がれています。この七夕の日付である7月7日は単なる暦の上の記念日ではなく、深い象徴性を秘めています。カバラの生命の木における第7の段階に対応するとされ、この7と7が表すのは女性性と男性性、陰と陽、善と悪、太陽と月など、あらゆる二元性が存在する世界の構造です。これはまた、ひな祭りの七段飾りのように、人間が通過してきた霊的成長の段階を示すものと言われています。この二元性の時代は、行動12級における魚座の象徴的な時代にあたり、分離や対立、個と個の境界が強調されてきた時代です。しかし、7から8へと進むことは、そうした分離、分断の世界から統合と調和の世界へと移行する節目を意味しています。これから迎える水亀座の時代は、自由平等博愛といった価値観を基盤とし、個々の魂が目覚め、再び一つの大いなる意識へとつながっていくユニティ、統合の時代とされます。この7と7は、世物平坂を塞いだ石の八幡神イコール猿田彦狼と雨のうずめの御事を表します。その形が猿田彦狼と雨のうずめの御事の2つのメノラーの7を表し、その統合で羽抜屋のことの寿の字となる。2つのメノラーと1つの羽抜屋によって表現されている。それが寿という文字になるのです。寿とは祝うべきめでたい事柄、長生きをすることとあります。メノラーはユダヤ教の象徴であり、古代イスラエルの神殿、エルサレム神殿に設置されていた7本枝の燭台です。起源、出エジプト記に記述があり、モーセが神の指示に従ってデザインしたとされています。8は完成や統合を象徴する数字であり、そこに至るまでには1から7までの段階的な経験が必要です。古事記にはヤマタノオロチに7人の娘が食べられ、最後の8人目が櫛稲田姫でした。スサノオノミコトは櫛稲田姫を櫛の形に変えて自らの髪に刺し結界を張りました。ヤマタノオロチには8つの頭と8つの尾があり、天の女神セオリツ姫から
地の神、スサノオノミコトまでの間には8つの世界が存在し、その結界線が9本の櫛の葉で象徴されています。天のセオリツ姫から地のスサノオノミコトまでの間には、スサノオノミコトの髪イコール髪が流れている。その髪に櫛稲田姫を櫛にして刺して編み込み、結界を張った。カバラ生命の木で1から7の世界はメノラーで、サルタヒコオオカミと雨のうずめの御事、ヤマタノオロチを表す。8の段階で櫛稲田姫とスサノオノミコトが交わり、善と悪、陰と陽、女性性と男性性が統合して、ハヌキヤの中心にあるシャマーシュがハヌキヤの火を灯す。シャマーシュは日本語で奉仕者やお手伝いを意味します。シャマーシュという言葉は古代メソポタミアの太陽神シャマシュと同じ語源、セム語系で太陽を意味する。このシャマシュはシュメールではウトゥ、ミトラ、ミロク、イエス・キリスト、サルタヒコオオカミとなる。これが八重垣の歌。ヤグも立つ、出雲八重垣妻込みに、八重垣作るその八重垣をという歌の意味である。このヤグモの鉢は神の光を意味し、雲は神を覆い隠す煙を意味する。ヤグも立つ8つの煙を立てることであり、立てるとは炊事のかまどの煙を立てることから転じて、生活していくための糧を得て、生計を立てる、暮らしを立てることを意味します。火がついて燃え、煙が発生する様子を表します。ヤグモとは天と地の間の8つの世界に雲がかかっている状態を表します。7の段階まではヤマタノオロチに支配されてしまっている。最後の8の世界が櫛稲田姫を表します。櫛稲田姫とスサノオノミコトとの統合でヤマタノオロチを退治した際、その尾の中から一振りの剣、雨の村雲の剣を発見しました。スサノオはこの剣をアマテラスオオカミに献上し、高天原に戻りました。雨の村雲の剣は天に群がる雲を払う剣という意味です。後にこの剣は天皇家の王子大和武尊命に授けられました。東国平定の折、敵に草原へ誘い込まれ火を放たれた際、命はこの剣で草を投げ払い、風向きを操って火を逆流させて脱出しました。その功にちなみ、剣はこう呼ばれます。草薙の剣、草を薙いで難を逃れた剣。草を薙ぐとは、草冠を薙ぐイコール切り倒す。草を薙いだら、早になる。今から3000年以上前の中国の甲骨文字。この文字は、万の旧字、サソリをかたどった象形文字と考えられています。草冠プラス早。草冠の草は、草のことではなく、サソリのハサミを表していたのです。実は、さは象形文字で、それが並んだ草冠は、両手をかざしている状態になります。それを横にしたのが手辺と呼びます。本来は草冠は手辺だとも言われています。天秤座の天秤はサソリのハサミ。天秤座は、はじめはサソリの一部でした。サソリの爪と呼ばれるサソリの前足のハサミの部分だったのです。そのため、現在でも天秤座の2つの天秤皿は、サソリの前足の左右のハサミと同じ場所を示しており、完全に重なり合っているのです。天秤ばかりは英語でバランスといい、左右の天秤が釣り合うことで重さを測るものです。こうした天秤ばかりの特徴から、均等、公平、正義などを象徴するものとして古くから扱われてきました。草冠イコールサソリのハサミイコール両手をかざしている状態になります。
阿波踊りにおける手を上げて踊る動作やリズムが草冠が取れる象徴。アマテラスオオカミが雨の岩宿に隠れたとき、岩宿の前で踊った雨のうずめの命が雨踊ったのが阿波踊りと言われている。鳴門阿波踊り、鳴る10、阿波で、あとは50音の始まり、あと終わり和を意味する。雨の岩宿にお隠れになったアマテラスオオカミを誘い出すために、雨のうずめの命が両手に笹を持ち、これをこすり合わせて楽器の代わりに踊ったところから日本の楽器の始まりと言われ、その名にちなみ笹連と名付けました。この笹は邪気を遮ることによって初めてその場が清められ、神の恵みである幸が満ちる。つまり防御、遮断と繁栄幸は一つの事情の入り口と出口の関係にあるという教えです。女踊りは手を高く上げること。何より一番大切なのは笑顔で踊ることです。両手は手のひらが内側に向くように高く上げ、指先を伸ばします。万歳が祝いの言葉として使われる場合、両手を上げること自体が天や神に向けた祈りの動作と解釈されます。両手を内側に向けることで、祈りや願いを手の中に込めるような意識を象徴しているとも考えられます。阿波踊りの歌にある 1×2×3× 仕掛けた踊りは止められぬ。5×6×7× やっぱり踊りは止められぬ。あ、やっとさ、あ、やっとやっと。1×2×3× 仕掛けた踊りはやめられぬ。5×6×7× やっぱり踊りはやめられぬ。このあ、やっとさ、あ、やっとやっとは、あ行からや行までと、や行から和行までを表している。カバラ生命の木では、天があで、地が和を表します。上から下へは、ディセンション、下降、創造の流れ。神から物質へ光が降りてくる流れ。阿波は古語で天地を表す。阿波の道を淡路という。秘境では物質創造においては右回転であるとしている。左回転は物質化とは逆で形をなさない。淡路は天と地をつなぐ道のことである。淡路には鳴門海峡がある。鳴門イコール鳴門で7から10の門となる。ガイアの法則ではこれまで文明の中心地はシュメールから始まってインダス、インド等々地球の採算運動の影響によってそれぞれ1611年を一単位として 22.5 度ずつ西と東にスピンしていて、その法則に従うと文明が1995年から統計135度ラインの淡路島から新たな文明が始まったと言われています。タイミングは1995年1月17日5時46分、まさに淡路島を震源地とする阪神・淡路大震災が起こった時だったのです。シュメールから始まった文明の移動は7つの文明に分かれている。これはアから魔行までの7の段階を表します。1995年は平成7年です。平成という漢字は平を分解すると1、8、10の岩戸となります。正はなるで7を意味します。言霊的には岩戸開きになる7の段階を表していると思われます。7の魔行にたどり着いたら、7、8、9、10と逆に上へとアセンションをすることになります。この7の魔行がだるまの七転び八起きとなる。七転びの点は回る、転ぶ、ひっくり返る、移るという意味で、7で転がる、ひっくり返ることを意味する。これは出雲大社本殿の天井に書かれているヤグモの図が7つで1つが逆を向いている。そして貨物神社のヤグモの図が九重雲が書かれている。そもそも貨物神社も出雲大社も天井はヤグモ立つ出雲の枕言葉であり、出雲大社の雲の一つが貨物神社へ飛んでいった
などという言い伝えがある。ヤグモの図に書かれる雲とは、魂を表している。一つだけ左を向いている雲がある。これが七転びのひっくり返るを意味している。五頭天王イコール、スサノオノミコト、ハリサイジョイコール、櫛稲田姫、祇園社イコール、八坂神社。八坂で1から8への到達を意味している。旧約聖書の箴言、知恵の書24の16に、正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。しかし、悪しき者たちは災いによって滅びるとあります。諸国名義校などの引用によると、八頭の蛇、ヤマタノオロチに追われ、山中に逃げ入った手名槌、足名槌の娘の稲田姫が、母が遅れてきたので、母来ませ、母来ませと叫んだことから、母来の国となり、後にほうきの字が当てられたという説話があります。ほうきはその昔、母来と呼ばれていたそうです。シュメール起源の春と木のニシンを、ほうきと日本では呼ばれていました。ほうイコール春神、木イコール木女神、荒幅鬼信仰とも関連があると言われています。荒幅鬼神はしばしば蛇の姿で象徴されます。吉野弘子氏は荒幅鬼をほうき神との関連から捉えている。ほうきの本来の読みは母木であり、吉野氏はこれを蛇の古語である母に起因するという。ほうき神とは人間の生と死の両場面に登場する神である。母鬼神と荒幅鬼神との荒神の関係について、このお式時に権限する母鬼神は、その内から外へあらわになった意味で、荒幅鬼と言われるようになり、ここに荒幅鬼の神明が新しく生まれることになる。ほうきは掃除の道具であるが、前日のように祭祀等にて用いられてきた神聖な道具でもあり、日本の庶民の間においても、母木神、ほうき神という神が宿るとされた。ほうき神は、産神の一つである、掃除の行為である、吐き出すということが出産と結びついたためと言われるが、古名である母木が母木に通じることからとも言われる。氷川神社はもともと荒幅鬼神社とも呼ばれ、謎の神、荒幅鬼を祀る神社であるが、ここにはなぜか足名槌、手名槌のニシンが荒幅鬼と共に立て祀られている。手名槌、足名槌は足と手がないことを表しているので、これはダルマを意味する。ダルマというのはサンスクリット語で法を表す言葉。仏教の時代に入ると法は非常に重要な言葉、思想、実践となった。ダルマの七転び八起き、7度目の世までは邪神たちに勝たせるが、8度目の世はないぞです。七天八起という言葉は生を表している。七天抜刀という言葉には死が表されている。7という数字は何度も何度も繰り返し学んでいる状態であり、8という数字で全てを理解し、自己の完成が訪れる。7から8への切り替わりの話が、ヤマタノオロチ神話のストーリーを表している。その1から7までの世界を統治したのが、大陰譜バビロン、ヤマタノオロチ、イナンナ、雨のうずめの御である。そのほうき、母来ませ、母来ませと、ほうきを持って、地母神女神、荒幅鬼が現れるのはいつになるのか。伊勢神宮、内宮寺には母木神が祀られているが、その大宮寺の地主神の祀られる場所は、内宮のお敷地外側の東南つまり辰巳の方角にして、その祭祀は美濃国に行われるということである。その辰、龍、美、蛇ということから、出雲神族は龍田族の龍田とも深い関わりがあることも伺わせる。それは東南、つまり辰巳の年である。辰は8国で8で2が10国で10となり、80の2国で80は耶稣でイエス・キリストを表す。
今年2026年は馬年、そして日の上馬という火と転換を象徴する年である。キリスト教ではイエス・キリストが馬小屋で生まれたとされ、馬は奉仕や生命の働きを象徴する存在でもある。この年、バルセロナのサグラダ・ファミリアでイエスの塔が完成するとも言われていることは、精神的中心が形となって現れる現象的な出来事と受け取れる。悲哀神事にはこのようなことが示されています。次の神業と移しゆくなり。北の四方の開きなるぞ。恐れ気苦労はそれほどに、遺産で務めことを起こせよ。佐渡の四方に打ちて、いよいよことの開きぞ。立つ、に、馬と務め果たせよ。心強き時なるぞ。実道と示したこと、これまでに示し知らせきた警告とも申せる数々の伝えも、このまま絵空ごとに終わりては、神嘘を申したことになる。身の年の瀬を前にして、これまでのこと、これよりの国の運び。馬の蹄の軽やかなる音と、共に始めゆく。出口鬼三郎のいろは歌には、このようなことが記されている。そし森の山に天下り、スサノオの神の命は怖とくも、綾の高天に登りまし、国にあだなす鬼大じゃ、天津しこめ山勝日を、戸塚の剣抜き持ちて、霧立ちなぎたて遠近の山のおごとに霧なびけ、川の瀬ごとにおひ腹ひ、腹ひ清めて四方の国、草の柿はに至るまで、救い助けて牛虎の、皇太人ともろともに、二度目の天の岩とおば、明けてまでた馬の春、天の淵駒坂萩の、世の醜い魂を残ちもなく、退ひて草薙の、心の健康心に、友へ立て祭りて水北に、水の御霊の美しく、伊佐おこう辰巳や馬の年、羊猿なるすめ神の、小を鳥の秋の空、綿織りなす紅葉の、赤き心の現れて、鬼さえ犬の天の下、収まるみよは家臣の、いにしえよりの伊佐おこうぞと、青人草の青ぐよう、松と梅の花の大元、大正6年11月3日作、と、聖詩が歌われた、いろは歌。現代語に訳すとこのようになる。そし森の山に天から降りられたスサノオノミコトは、恐れ多くも綾の高天原に登られ、国にあだなす鬼大じゃ、天津しこめや、間月日を、戸塚の剣を抜いて打ち払い、遠くも近くも、山ごとに切り伏せ、川ごとに追い払い、すべてを払い清め、四方の国の草の一葉に至るまで救い助けられた。そして牛虎の皇太神と共に、二度目の天の岩戸を開き、めでたい馬の春を迎えられた。天の淵駒を逆はぎぎにしたような生の醜い魂を一つ残らず退け、草薙の心の剣をすめ神に立て祭り、瑞穂の国は、隋の御霊によって美しくなる。その勲功は辰巳や馬の年に現れ、やがて羊猿のすめ神の魚名が広まり、鳥の秋の空のように、紅葉が綿を折るように赤く染まり、鬼さえも犬の天下で収まる。御代となるこれは、古よりの神の勲功であり、人々が仰ぎ見る世は、松と梅の花の大元である。この図は、行動十二星座と十二支を合わせた図です。筆記神事では、根の年が5の年と言われています。2020年が5の年でした。567でコロナが流行り、6と7が牛虎の金神の年となります。9、10が辰巳となり、2026年が11の馬年になる。この辰巳馬は2024年から2026年のことだと思われる。恵比寿の10日恵比寿、20日恵比寿の祭典で、笹を持ってこいと掛け声をする神を奉賛する神事が行われています。笹は字を分解すると、竹と世になり、世が出る、新しい世が出ることを意味する。天の岩戸にお隠れになった天照大神を誘い出すために、雨のうずめの御事が両手に笹を持ち、これをこすり合わせて
楽器の代わりに踊った笹をこすり合わせて幸となるのです。恵比寿神の笹をもってこいは、恵比寿イコール猿田彦狼の佐と雨のうずめの佐の陰陽統合によって幸となることを意味している。笹は遮る、境、防御、分断する、幸、栄、実り、収穫の幸。分断から統合を意味する。笹の竹冠が取れることで、新しい寿の世が現れる。この女性の阿波踊りの傘の半月は、五輪塔の風の半月を表しているのではないでしょうか。半月から幸の世が現れる。それは、才の神三神と呼ばれました。阿波踊りでは、手を傘よりも高く上げ、薬指と親指を軽く合わせるように見える所作が見られることがある。京都の広隆寺に伝わる日本国宝第一号と称される弥勒菩薩半跏思像は、右手の指を繊細に組み、思索する姿で知られる。この像は聖徳太子ゆかりとも伝えられ、さらに聖徳太子が制定したとされる17条憲法の第1条には、和らぎをもって尊しとなすとある。和は調和、統合、融合、縁。尊しは神聖で高貴なもの。古語、やわにはもともと対立を解きほぐす、一つに結ぶという意味があります。この指の形は、数と象徴によって和の国、日本のあり方を表したものとして読み解くことができます。薬指と親指を合わせて作る和は、形としては円、球をなし、数例では球を象徴します。球は完全、調和、充満を意味し、和の根本を表す数です。一方、人差し指と中指の2本は、島国である火の元そのもの、または相対するものが並び立つ姿を表します。さらに小指は一点として立ち、数例では10を示します。10は完成の上に新たな始まりを育む数であり、尊さを表します。これらを一つの手の形としてまとめると、日本が和を中心に保ち、尊しとして立つことで、寿に至るという意味が立ち上がります。つまり、この因は対立ではなく、調和によって国がなり、そのあり方そのものがことほぎとなる。和をもって尊しとなす精神を体の形で表した象徴と解釈できるのです。蓮のつぼみは仏教において二不蓮華と呼ばれ、悟りを開く前の修行者の姿や煩悩を抱えた人間の心を象徴します。泥、煩悩の中から茎を伸ばし、水面に出て花を咲かせようとする姿は、混沌とした世の中で悟りを目指して修行に励むあり方に例えられます。つぼみは泥水の中にあっても汚れに触れず、清らかな心を保ったまま時を待つ存在です。さらに泥水が濃いほど大きな花を咲かせるとされ、困難や試練が霊的成長の力となることを示します。つまり、蓮のつぼみとは、混沌の中で育まれ、正しい時を待って花開く、命の準備状態の象徴だと言えるでしょう。